信濃、それは日本最大の空母にして最も謎に包まれた船だった。残された写真はわずか3枚。1枚は横須賀のドックに浮かぶ建造中の姿。もう1枚は東京湾で行われた試験航海を上空から捉えた偵察写真。そして最後の1枚は偶然その姿を目にした民間人が撮影したとされるもの。これら3枚を除けば信濃の実像を伝える写真は未だ存在しない。極秘のうちに建造され、浸水からわずか50日で沈んだこの巨大空母は、記録も姿もほとんど海に消えた。だからこそ幻の空母と呼ばれるのである。残念なことにあまりにも短かった。これはあまりにも短かったですね。とにかく横須賀を出ていくらも出てないんだから、船はどこで作るかっていうと、ご承知のように海軍工廠とかどっかの民間の長崎造船所みたいなところで作ってる。出来上がると海軍に渡すんですよ。当然発注してるのは海軍ですから。その時試験航海をやるんですね。それでいろんなことをやってみる。航海母艦の場合は当然ながら飛行機が発着やってみるし、それから私は通信兵なんですが電波を出してみる。当然受けるのはとってもないですが、機銃も何発か撃ってみる。広角も何発か撃ってみるとか、アンテナを倒したりなんかそういうことをやるんですよ。それに結構日にちかかりましたですね。でその時撮った写真が1枚だけそれなんですね。そういうのあるなんて知らなかったですよ。まず一つは当時写真撮るなんてのはもうできませんでしたからね。それと海にいたら我々は自分の船の写真を撮ることはできません。誰かの船に乗ってて撮るのはできるでしょうけど。で、じゃあ陸にいる時撮れるかって、あまりにもでかくて、もういろんなものが邪魔になって視界に入りませんのでね。だから陸上でこの信濃全体を撮るなんてのは不可能だったね。とにかく大きかったですから。その偶然も本当に小さなものでしてよく探したなっていう感じ。それと B29 が撮った写真がありますですよね。ちょうどその時も私は航母艦の甲板にいましたんで、何やって言ったら11月確か1日でなかったと思うんですが、私階級一つ上がったんです。それは私だけだけど、もう何百人って人たちがいろんな階級が上がるわけですよ。飛行甲板で何百人並んで聞いてる時 B29 が一機、初め私も B29 は見たことないから、ただ上空飛行機雲を引きながら飛んでいく飛行機があったんですね。航空母艦ですから飛行機に詳しいのがいっぱいいるわけですよ。そいつがB29だって。当時日本には4発の飛行機といくらもなかったですね。先ほど言ったように水て海の上走って飛ぶそんなやつとかいくらもなかったんで、B29ってのは下から見てはちょっと4発かどうかわかりませんけれども、知ってるやつはB29だって。でも船ってのは陸と違って逃げることはしないですね。甲板にいる人たちもどっかへ隠れるなんて、なぜかというとやられたら沈むわけですから、だから徹底的に戦うしかないんですよ。そういう意味では甲板から動かないで飛んでいく飛行機も
見ていましたね。その臨時化としたのは一つは写真があるみたいですけどね。沈む時もね、白の沈む時最初に婚姻甲板に上がれっていう号令出たと、我々聞いてないんですが、出たという話がある。ところが、婚姻と聞こえた人はなく、総員と聞こえた人たちが多かったんですね。だから、甲板の下にいて、水をせき止めた人たちも皆上がったという話も聞きましたね。で、そもそも何人乗ったかってわかんないんですもの。軍人でさえそうだから。我々通信課の連中って一体何人だって分かってないんですもの。先ほど言ったように、食事の時初めて会うっていう人たちもいっぱいいたわけだね。それもこれで開校して、これで初めて整備することになってる。名簿。ところがそれみんな知るんだですかね。横須賀の人事府から名簿だけみんなもらってると思うんですよ。それで反省費の編成をしなきゃなぜかというと、通常通信は4交代で動いてますので、それをちゃんと1、2、3、4と分けて、そんなの何もできてないんだもん。みんな沈んでるからね。来る行った時は何もなかったと。一体何人いるか分からん。それで三越島っていう島に王朝を書くっていうんだけど、それまで沈んだというのはアメリカの潜水艦でさえも撃ったね。潜水艦も分かってない。だからどっかにその生き残りを出したらダメ。すぐに分かるから。それで三越島って小さな島に1000人ぐらい傍聴確立されたっていうこと。そこでやることもないですからね、もう。で、最初、締め上がって、そして、治療もない。何もないんだから。私なんか、駆逐艦の人の防潮服のボロボロのやつ着て、海を泳いでる時にね、ズボンも何もみんな脱いじゃったんですよ。泳げなくなるから。着て丸首のシャツだけ。よかったことにね、あったかかったんですよ。暖流が流れてましたね。それでもね、3時間ぐらい泳いだね。泳いだっていうか、浮いていたっていうね。だから、三越島にそのために、で、三越島に、収納された次の日、実は、我々生き残りの隊長は、当時通信長だったんですよ。で、その通信長が出てきて、次の日のね、朝、全員集まって、これから諸君の指揮は俺が頼んだっていうことをまず言って、その上に立って、知らぬことは口外してはならない。絶対口外してはならない。という話をしましたね。で、我々もこれは言ってはいけないことだなと思うね。そのための隔離だったんです。その一緒にね、何でも残ってない。戦死した名簿を作って長崎でまた空母に乗りました。